こんにちは、ゆきみんです。明けましておめでとうございます。もう2022年になってしまいましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。お正月、ちょっと待って、ポーランド語でも言っとこう。szczęśliwego nowego roku, wszystkiego najlepszego。はい、ということで、皆さんお正月いかがお過ごしでしょうか。私はいつもと全然変わらないです。日本のね、お正月の雰囲気はポーランドには全くございませんので、普通に年を越したという感じで、日本ってやっぱお正月っていうのはすごい厳かな雰囲気があって、ちょっとしっとりした感じがあると思うんですけど、ポーランドだけじゃないかな、多分結構世界中ほとんどの国はもうハッピーニューイヤーイエーイみたいな感じだと思うんですけど、ポーランドも例に漏れずそういう感じで、12時を迎える頃てか12時を迎える前、もう随分前から花火が始まり、香港とかみたいにわーとかではないんですけど、みんながそれぞれのお家でちっちゃい打ち上げ花火をやるみたいな感じで、今住んでるお家からは結構花火が見えたので、ちょっと花火をね昨日年を越した時には見てたんですけど、お正月日本で過ごしたかったなというのはありますが、お正月なんですけどちょっとお餅がなくて、お餅ないとお正月ってダメじゃないですか。笠子地蔵の話で、地蔵さんに寒い冬の時に傘をかぶせてあげてたら、お正月に食べ物がない、あんまりね贅沢なものがないなって言ってシクシクしてたら、そこのご夫婦のもとにお地蔵さんと思わしき方からお正月のお餅とかそういうものが玄関の前に置いてあってみたいな。だから私はその話で、お正月ってお餅とか食べるの大事なんやなっていうのをすごい小さい時から思ってるんですけど、今日はねお餅がなくてちょっと悲しいんですけど、それで美味しいもの食べます。はい。こういう新年の動画では多分あれですよね、今年の目標とか抱負みたいな話をされる方が多いのかなとか。新年の抱負はあんまないっていうかね、私あんまり目標を立てるのが好きじゃなくって、なんでかな、目標を立てるとすごいプレッシャーになるから、変なとこ生真面目なとこがあって、すごい目標に到達できなかった自分にすごい失望したりとか、思うようにできない自分を見るのがすごい嫌なので、目標はねあんま立てないですね。あと目標を立てちゃうとそれ以上にいけない気がするというか、目標設定って結構難しくないですか。いやもうだからあれですよ、毎日ちゃんと起きて食べて歯を磨いて寝るっていうそれぐらいが目標ですね。本当に目標はもう小さくいく方がいいんじゃないかなと思ってるんですけど、どうなんだろうな。多分私みたいな活動をしていると、登録者数何人突破とかフォロワー数何人突破みたいなことを目標にするのかなと思ったりはするんですけど、そういうのもね、何回かこういうお話してるんですけど、私はそういうのは本当に目標にはしてなくって、一人でもね見てくださる方がいればそれですごい満足っていう感じだし、動画にコメントくださる方とか Twitter でリプくださる方とかが私の動画を見てこんな風に考えられるようになりましたとか、すごい嬉しい言葉をかけてくださって、一時はだからそれがすごい自分の目標かなみたいな、いかにその自分の言葉が伝えられるか、皆さんの元に届くかみたいなのがやっぱ目標なのかなって思った時期もあったんですけど、でもね最近ちょっと考えが変わったというか、そこまでで止まんのはダメだなって思ってて、やっぱそれは去年個人相談サービスをすごいしっかりやらせてもらって感じたのが、私の目標はやっぱ自分が褒められたりとかありがとうって言ってもらえることじゃなくて、私の言葉が届いた方、その方の生活とかライフスタイルというのかな、その方の人生がちょっとでも良くなるっていうことが最終的な目標だなっていうふうにすごい思っていて、ここまでいかないといけないなと思ってるのはそういうところですね。自分が感謝されるとか自分が褒められるっていうことじゃなくって、何かしら私と出会ってくださった方、つながってくださった方の毎日がちょっとでも良くなったらそれが一番いいかなっていうふうに思ってるんですけど、って言ってもまた本当に真面目な話しちゃってすみません。はい。最近目標とまではいかないけど、ちょっと私自分の考え方はもうちょっと変えた方がいいなって思ってることがあって、それは今にもっと集中しないといけないっていうことなんですよ。これは、去年のすごい反省点かなと思ってるんですけど、私動画で何回か日本に帰国するフライトがキャンセルになったとか、そういう動画ねたまに出してたんですけど、実際はやっぱもっと
もっとっていうか、もう一年中ずーっとそのこと考えてたんですよね。つまりその先のことをずっと考えてたっていうか、飛行機予約してもすぐフライトが欠航になったりとかして不安がすごいあったし、急に政府が海外にいる日本人であっても帰ってくるなみたいなことを言ってたりとかするたんびに、もうなんか先の不安が本当に大きくなってしまって、もうどうしようどうしようみたいな。だからね、それがちょっと大きすぎたかなというか、もうね一年中ずっとそのことが頭にあったのが結構ね辛かったんですよ。本当にそうです、辛かったですね。なんかずっと落ち着かないというか、今までってずっとこう選択肢っていうのがあって、それを自分でこう自由に選び取ってたのが1個選択肢がなくなったっていうことがすごい怖くって、そうだから結構ね先の心配をずっとしてたんですよね。今年になったからといってその心配をしなくなるわけではないんですけど、もうちょっと先のことじゃなくて今のことを集中して考えた方がいい、考えるというか集中した方がいいな。この間久しぶりにねワルシャワのこう中心の方に行ったんですよ。ワルシャワは近いんですけど、そんなにこの状況っていうのもあってそんなにねこう中心地の方に行かないんですよね。普段毎日の生活で普段行ってなくって、久しぶりにこの間友達とラーメン食べに行こうって言ってツイッターでね載せてたヴィーガンラーメンのお店に行ったんですけど、その友達とね待ち合わせるところに行くまでに、ちょっとテクテク歩いてたんですよ。歩いてた時にずっとその歩いてた時も私はなんか日本帰れなかったとか、いつ帰れんやろうとか、この先自分どうしたらいいんやろうとか、すごいこう先のことをずっと考えながら、もうなんかほんと下向きながらずっとテクテク歩いてて、ふっと思ったんですよ。その時にあれみたいな、私今どこ歩いてんのみたいな、なんか私は今あんなにずっと憧れてたヨーロッパにいて、自分が好きな住みたいと思った国に今暮らしていてね、初めてヨーロッパというものを知ったのがデンマークだったんですけど、そのデンマークの中央駅降りた時のそのもう景色というか建物とかにも一瞬でなんていうの、ちょっと口に出すと恥ずかしいですけど、ちょっと恋に落ちたみたいな感じだったんですよ。だからそんなに自分がここ好きって思ったところに今入れてるのに、そうやのになんでこんな先のこと考えて下向いて歩いてるんやろって思ったんですよね。今自分が降りたいと思ったところに今おんのやから、今を楽しんだ方がいいし、だからラーメン食べてる時も日本帰れなかったけど、でも今目の前に美味しいラーメンあるやんみたいな。食べる時とかほんとそうで、私よく夜ご飯とか食べながら次の日何食べるかなとか、ご飯食べながらこう食べ終わったら何のおやつ食べようかなって考えてたり、でも今目の前にあるご飯を楽しむことが一番大事じゃないですか。もうその時間は二度と戻ってこないから。心配性なのでこう余計先のことってずっと考えちゃう癖があるんですけど、考えるのをゼロにするのは無理だとしても、もうちょっとこうね今に集中したいなっていうのをすごい最近思っていることです。これって結構仕事というかキャリアとか何でもそうですよね。本当何に関してもそうだと思います。先のことを考えても考えたことによって良くなることってあんまりないんですよね。会社辞めた時も会社辞めた後のことって辞めてみないとわからないんですよ。だから辞めてからこうなったとか、辞めてからこれが大変あれが大変みたいな情報は知ってたけど、なんかもうねそれ心配し始めるともう全然埒が明かないというか、もうほんと解決策とかもまでそこまで考えることって無理じゃないですか。だから心配してた時期もすごいあったけど、ある時からもう考えるのやめたんですよね。もうそれはやめてからのことやから、やめてから考えようと思って、その時はもう今の自分の仕事に集中しようということで会社の仕事に集中してたんですけど、やっぱねそれ良かったと思います。会社の仕事に集中したからこそその時に学んだことが今生きてたりするので、その海外に来てからのこととかも、本当に海外に住むっていうともうめちゃくちゃ準備しないといけないイメージあると思うんですよね。これ用意してあれも用意してとか、これ持って行ってとか、書類はこれ用意して、もういろいろ本当にやるべきことみたいなのがあって、私は本当にね何にも用意しないで来ました。今考えるとよくあんな状態で来たなという感じがするというか、その時はね本当1年間の
その時は本当に1年間の予定やったし、荷物とかもねあんまり持たずに来たっていう感じなんですよ。ほんとスーツケース1個とリュックサック1個で来たので、でも別にね宇宙に行くわけでもないし無人島に行くわけでもないし、ここはポーランドなので別に何でも手に入るものは手に入るし、食べ物だってあるし、そう私ね気持ちはめっちゃわかるんですけど、すっごい気持ちはわかるんですけど、たまにコメント欄で今度ポーランドに旅行行くんですけどとか留学するんですけどっていう方から、ポーランドって女性の生理用品売ってますかっていう質問を結構ね意外にもらうんですよ。そういう質問ありますよ、あります。ポーランドにもね同じ人間が住んでいるので、未確認生物が住んでるわけじゃないので、いやでも気持ちはめっちゃわかります、わかります、本当にわかるんですけど、来てみないとわかんないし、やってみないとわかんないとか、自分がこう一歩進まないとわかんないっていうのはすごいありますよね。もうちょっと今自分がいる場所とか、今自分が一緒にいさせてもらってる人だったりとか環境だったりとかにもうちょっと集中して、今この時間というのを味わいながら過ごしたいなっていうふうに思っています。はい、ということで、もし皆さんね何か今年の抱負だったりとか目標とか、こんなことしたいなとかあったらぜひコメント欄で教えてください。ではでは、ゆきみんでした。バイバイ。